今日は朝活のお話です。朝活は朝少し早く起きて何かすることです。日本では朝活をする人が増えています。サラは日本の会社で働いています。毎日朝から夕方まで働いています。仕事の日の朝はとても忙しいです。朝はもっと寝ていたいです。いつも時間がないと思っていました。サラは朝の時間を少しだけ変えました。朝に自分の時間を作りました。では、サラの1週間を見てみましょ月曜日、朝5時です。目覚まし時計が鳴っています。まだ少し眠いです。カーテンを開けます。外はまだ少し暗いです。街はとても静かです。顔を洗って服を着ます。靴を履いて外に出ます。家の近くをゆっくり歩きます。道に人はいません。車もあまり走っていません。近所に大きな公園があります。公園には木がたくさんあります。鳥の声が聞こえます。風が少し冷たいです。深く息を吸います。朝の空気はきれいです。気持ちが元気になります。ベンチに座って少し休みます。30分くらい歩いたので体が温かいです。シャワーを浴びてすっきりしました。月曜日がゆっくり始まりました。火曜日、今日も朝5時に起きました。キッチンで朝ごはんを作ります。フライパンで卵を焼きます。ジューと音がします。パンがおいしそうに焼けました。キッチンにいい匂いがします。カップにコーヒーを入れます。テーブルに座ってゆっくり食べます。よく噛んで食べます。テレビは見ません。スマートフォンも見ません。食べ終わったらお皿を洗います。忙しくない朝はとても気分がいいです。水曜日、今日は勉強をします。机に座って日本語の本を開きます。優しい文をゆっくり読みます。まず頭の中で読みます。次に声に出して読みます。朝は周りが静かです。頭がすっきりしています。集中できます。時計を見るともう30分も経っています。もう少し勉強します。知らない言葉には線を引きます。意味を少し考えます。今日はここまで。本を閉じます。昨日より読める言葉が増えました。少しだけ自分が好きになりました。さあ、今日も一日が始まります。木曜日、今日はストレッチをします。まず手を上に上げます。
体を右と左に動かします。それからゆっくりお辞儀をします。背中が気持ちいいです。体はまだ少し硬いです。足も同じようにゆっくり動かします。だんだん体が温かくなります。空気を吸ってゆっくり吐きます。終わった後は体が軽くなりました。今日を始める準備ができました。窓の外を見ると空がとてもきれいです。今日もいい一日になりそうです。金曜日。今日も朝5時に起きました。今日はランニングをします。靴を履いて外に出ます。空はまだ少し暗いです。はじめは歩きます。そしてゆっくり走り始めます。風が少し冷たいです。息が少し速くなります。他にも走っている人がいました。少し走ってまた歩きます。そしてまた走ります。走っていると体が軽くなります。30分ぐらい走りました。体がすっきりしました。土曜日。今日は仕事が休みです。朝少し早く起きて家を出ます。近所のカフェに行きます。カフェのドアを開けます。いらっしゃいませ、と声が聞こえます。コーヒーをください。カフェはまだ空いています。人はあまりいません。窓の近くの席に座りました。コーヒーカップを両手で持ちます。コーヒーカップは温かいです。少し苦いですが、とてもおいしいです。音楽が聞こえます。外を歩く人や車を見ながらゆっくりします。朝のカフェはとても静かです。心が優しくなります。日曜日。今日は朝活をしません。目覚まし時計も使いません。すぐには起きません。布団の中でゆっくりします。布団の中でスマートフォンを見ます。今日は何もしない。窓から明るい光が入ってきます。何もしない朝も必要です。明日からまた1週間頑張れます。そして朝活の後は仕事に行く準備をします。家を出て駅まで歩きます。電車で会社まで行きます。朝活をした後は気持ちが少し違います。静かで安心した気持ちです。よし、今日も仕事を頑張ろう。新しい一日が始まります。サラの朝活はどうでしたか？皆さんは朝何をしていますか？最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。